空が暗いなぁ。こんにちは、ゆっくりバンライフのユッキーです。イルミネーションが綺麗ですね。人口が80万人割れで話題の佐賀の町です。こんなところにはお金をかけて、町を盛り上げています。決して悪口ではないですよ。だって私は、佐賀心配。何もないと思われている佐賀ですが、上品な甘さで美味しい。大原小炉まんじゅう。和菓子のようで洋菓子みたいな、モダンな味がする。佐賀錦。食べ出したら止まらない、素朴な味わいが魅力の。北島の丸ボーロ。など、銘菓がたくさんあるんですよ。食べたことがない方は、ぜひ食べてみるといいですよ。お土産としてもおすすめです。って何のチャンネルだかわからないオープニングになってしまいました。すみません。今回の動画はチッピング塗装、オーバーフェンダーの取り付けの様子をご紹介します。では、始めるばい。このオーバーフェンダーは、マッキーが業者から仕入れてくれました。なので価格がはっきりわからないですが、Amazon で買うと、2万円ぐらいですね。ごつく見せるために、幅のあるオーバーフェンダーを選びました。でも、ちゃんと調べずに買ってしまうと、スライドドアを開けるときに、オーバーフェンダーをかち割るか、スライドドアが開かない場合もあるので、オーバーフェンダーの厚さは調べて買った方がいいです。今、マッキーがシューシューシューと吹きかけているのが脱脂剤です。これもまた足付けみたいなもので、塗装がしっかりくっつくように、脱脂と密着ロンをしていきます。オーバーフェンダーをつけると、車幅が広がるっていうリスクはありますが、泥跳ねや飛び石防止の軽減にはなります。また、動画にはしてないんですが、ブロックタイヤを履かせるので、オーバーフェンダーとの相性は、かなりいいです。ハイエースでオフロード感を出しつつ、アウトドア風味には欠かせないパーツですね。スタイリッシュになる場合。しかし、この作業も、はえんばい。地味やねー。特に面白いことも言わないので、だるって思った方は、10秒ほどスキップしてくださいね。何か言うことないかな。特にないな。カットしようかな。でも、もうすぐ終わるし。だし、いい感じ。ぐらいしかなくない？脱脂が終わりました。塗装しやすいように、綺麗に並べていきます。さすがプロですね。容量がよか。今回、あちこちパーツの色を変えるのに、かなりの脱脂剤と密着ロンを使いまくってます。カスタムされる方は、いっぱい買ってた方が良さそうですね。テープをパーツの下に入れて、塗料が端の方にもかかるようにしています。プロの知恵やねー。もし、またパーツを塗装するときは、ぜひ真似してみようと思います。綺麗に並べて、準備万端。脱脂が終わったので、密着ロンを吹きかけていってます。水圧転写にも使ったこれですね。マッキー、軽快な密着ロンです。さささっと吹きつけて、スプレー使いもさすがプロです。無駄がない。こんな感じで密着ロン。完了。チップ塗装始まりました。カメラを回す前からさりげなく始めるので、出遅れました。そしてマッキー余裕のチップ塗装。片手ポケットで、クールに吹き付けていきます。ボディの下もチップ塗装してるので、それに合わせて、オーバーフェンダー、バンパー、ステップもチップ塗装していきます。使っているのはこちらの、チッピングコートです。これを10本買って、
7本ぐらい使いました。音が聞こえないんで、伝わらないかもしれませんが。マッキー軽快なスプレーさばき。シューって吹きつけるのではなく、シューシューシューって、小刻みっていうか小出しな感じで吹きつけていってます。こんな感じで、光沢がなくゴツゴツした感じの塗装が、今回のチッピング塗装なんですが、最初はライン X 塗装とか、ラプターライナーをしようと思っていました。不積図、防水、防汚などに耐久性があり、強度を上げてくれる塗装なんですが、予算オーバー。高すぎばい。なので、見た目が似た感じのチッピング塗装にしました。いつかはしたいなぁ。誰かお金恵んでチッピング塗装のコツは、スプレーを離して塗った方が、ボコボコした感じになりやすいので、できるだけ離して吹きつけることだそうです。そうすると、ライン X 塗装やラプターライナーのような、高級感が出ます。バンパーも、軽快なスプレーさばきでチッピング塗装していきました。塗装は全部で4度塗りです。乾くのも4度待ち。時間かかる場合。チッピング塗装をして次の日、マッキーが一人で撮影してくれた、バンパー取り付け。以前の動画にも使いましたが、また使っちゃいました。てか、ボディの下のチップ塗装が見たかったのに、マッキー極秘で一人でやったんですよ。一番見たかったのに。と文句を言ったからか。こうやってバンパー取り付けるところを一人で動画撮影してくれたんです。なので、2回も使った。塗装の過程を見てから、また見てみると、違った感じがしますね。前回苦労して付けたテールランプとテールカバー。そしてチップ塗装のマットな感じが、いい感じばい。あとはここにオーバーフェンダーをつけて、もっとかっこよくなるばい。では、チッピング塗装の終わった、オーバーフェンダーをつけていきます。両面テープの部分を、ドライヤーで温めてます。気温が低い時に貼り付けると、想定の粘着力を得られず、浮きや剥がれが発生するんだそう。なるほど。知らんかったばい。プロのやり方を見ていると、勉強になりますね。この付け方も見てください。素人の私なら、両面テープを一気に剥がして、バンと勢いよくつけるところですが、プロは違います。少し剥がして、慎重に位置を決めて、それから少しずつ剥がしながら、両面テープをくっつけていってます。やっとんねー。その後も手で、ギュグって押し付けるんじゃなくて、タオルを使ってしっかり接着させていってます。プロは仕事が丁寧やねー。そして綺麗やねー。オーバーフェンダーつきました。チッピング塗装もいい感じです。理想通りのボコボコ感。ムラもなく綺麗に塗装できてます。いい感じばい。めちゃくちゃかっこよくなった。オーバーフェンダーの内側は、こんな感じでボルト締めしてます。ステップも完璧。スライドドアも問題なく開きます。厚みのあるオーバーフェンダーを選ぶと、スライドドアが開かなくなってしまいますが、ドアが大きく開くようにするカスタムもあるので、厚めのオーバーフェンダーを付けたい方は、ドアのカスタムも必要になってきますね。てか、まだ山。前回山じゃなくても、の後ろ姿でしたが、全体的にも撮ってたんですよ。でもこんなに夜なら、山じゃなくて
てもよかったかな。ツートーンにすることで、重厚感、オフロード感、アウトドア感が出ましたね。かっこよかー。ボディの下だけチップ塗装してあったり、オーバーフェンダーだけつけてあったり、好みは色々かもしれませんが、私はこのデザインが気に入ってます。まだまだカスタムが続きますので、車好きの方、カスタム好きな方、今後の動画も楽しみにしていてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。